2025年2月、東アフリカのウガンダを訪ねました。ここでは今、JICA による ICT 産業の環境整備や起業家支援などが進んでいます。この地で長年活動を続ける JICA 専門家の渡辺さんにお話を伺いました。なんかカオスみたいな言葉もすごい好きですよね。カオスね。なんかそのウガンダの全然この整ってない感じっていうところがやっぱりもう上行くしかないじゃんっていうところ、なんかそこら辺がちょっとどうしてもやっぱ日本って閉塞感だったりとか、ちょっと行きづらいみたいな、快適なんだけど行きづらいみたいなところっていうところがちょっともう天井にぶつかっちゃってるみたいなところもあると思うんですよね。なんかこの人たちと一緒にこの国の雰囲気と一緒に成長するっていうのはやっぱり自分がここにいる意義っていうのをすごく感じられるっていうところが、多分僕はすごいアフリカとかが好きな理由になってるのかなっていう気がしますね。私は今、ウガンダの首都カンパラにありますナショナル ICT イノベーションハブという場所に来ております。UNDP っていう国連機関が支援をした建物になっていて、多分2018年ぐらいから作って完成したのは本当にようやく最近みたいな感じですね。結構ウガンダ一おしゃれかつなんか先進的な建物ではないかと僕は勝手に自負をしておりますね。かっこいいですよね建物がウガンダでこんなものができるんだみたいな。基本的にはなんかここら辺のパソコンとかも無料で使えるみたいな話にはなっているので、ミニストリーが ICT の名前が書いてあるからミニストリー系の、支援として、なかなか予算をちゃんと使っているっていう意味でも、ICT 産業に力を入れてる証かなっていう感じですよね。ここはちょうど今何かをやっているところですけど、イノベーションハブの中でもそんな、トレーニングのプログラムを提供していたりするんですが、そういう時には、その教室を使うっていうので、今も ICT 関係の多分トレーニングプログラムを提供しているそうですね。でここが、ラジオ室みたいな風になっていて、すごいミニストリーのメッセージ性っていうのはすごく強くて、なかなかこういうハブとか、ラジオを録音する場所って普通はないと思うんですけど、ICT をいくら開発してもそれをみんなに使ってもらわなかったら国は良くならないよねっていうところに結構メッセージ性を込めていて、やっぱりその ICT を広めていくっていうことにすごく力を入れてるっていうところで、結構さまざまなコンテンツのところのラジオを使いながらファッションしてるっていうのは僕もすごくカウンターパートとしてすごくいいメッセージを持ってるなというふうには思ってます。ここがただ今まではパラッパだったのになんか新たな建物が建っていたりショッピングモールが建っていたりっていうところの質が上がるっていうよりかはどんどん開発のエリアが広がってきてるのかなっていうふうには思うし、やっぱ一番の変化としてはネットが速くなったし安くなったっていうところはすごく大きいですよね。当時の僕の10年前の協力隊の時と比べると多分、値段ベースで言ったら本当に10倍ぐらい多分違うはずですかね、今の。ね、昔はやっぱ 3G ようやくっていう感じでしたけど、ウガンダもほとんどカンパラであれば 4G 当たり前になってきてるし、多分ここら辺であれば 5G も多分入るようになってきてるので、ここはかなりウガンダの ICT 産業においてもやっぱりネットって重要なインフラなんで、すごく大きな発展というか変化かなっていう気はしますかね。イノベーションハブで一人の若者に出会いました。エマニュエルさん、ひときわ強い思いを胸に活動する若き起業家です。Our services, we basically support smallholder farmers access quality seeds for planting. To realize that farmers had a lot of complications being able to pay back money in the form of cash. Sometimes they would divert the cash, like you give them money and they buy, maybe they would use the money not for agricultural purposes. Maybe they buy maybe a car or a motorcycle, which was not beneficial for them, and they couldn't eventually pay back. So we tried to use the data we had collected to find out where their pain point was, and it was actually poor quality seeds. So we were like, how about we give them seeds, actual seeds,
which are treated, that they cannot just sell them and they cannot cook them as a meal, they have to plant them. So we chose to give them seeds. And looking at how they pay back, sometimes when they get the money, they have a lot of challenges. So they cannot quickly give you the money. But it is easy for them to pay you in the form of kilograms of produce. Say beans, when they harvest, they give you your portion, and then they have a lot themselves which they can use. I come from a family of 9. We are 9 at home. So my mom had to make sure that she takes care of all of us through agriculture, because she's a farmer. And then she would get poor quality harvests all the time. My mom could not sell, so I missed school for 2 years. And during that time, it's when I started thinking of how to help other people, smallholder farmers who are like my mom. Probably they need to take their children to school and cannot afford. And this is when we secured the funding when we won. This is the ambassador of Japan. And we got to know about the UJ Connect program, that is a Uganda-Japan Connect program supported by JICA through social media. And we won the proof of concept grant from JICA through that competition. It enabled us to pilot maize, which we also gave to a few farmers, and we are yet to get the results, but the gardens were looking all good, and we hope they have kind of improved their output.結構やっぱね、ウガンダとしても、ウガンダのその人材のウガンダのそのエンジニアとか ICT 人材の課題っていうところに、結構皆さん技術力はすごくあるっていう風に、日本の企業さんとちょっとマッチングを支援しても言うんですけど、プロジェクトマネージメントができないだったりとか、あんまり即戦力として働けないっていう結構課題感があって、結構ね、ウガンダのそういう学生を受け入れてくれるインターン先がないっていうところが結構課題で、インターンのマッチング支援みたいなのをしたいなと思ってるんですよね。もう一つの大きな課題、それは設備の絶対的な不足です。ICT 人材を育成する学校にもかかわらず、オンラインテストを受けられるパソコンは校内にわずか1台。首都から離れた地方都市では、その課題が一層深刻だと渡辺さんは語ります。タイピングもキーボードがないので、なんか紙のキーボードみたいなので、なんか打つ練習だけをするみたいな、なんかそんな感じらしいですよね。そこら辺はやっぱり機材がね、どうしてもやっぱお金的に厳しいので難しいですよね。そうした中、ウガンダの若者が抱える雇用の課題に向き合う起業家がいます。コラボレート社を立ち上げたポールさん。2024年10月には日本を訪れ、その熱い思いを日本企業に訴えました。彼女の目にはウガンダの今、そして未来はどのように映っているのでしょうか。彼女のオフィスを訪ねました。In Uganda, we have 700,000 young people entering the work market or the job market, the economy every year. 700,000, you know, and I wouldn't be surprised if that number is now at 800. But then the traditional economy in itself, the traditional job market can only absorb 90,000. So the rest have to go into informal sector. Others try to maybe go to other parts of the world to find opportunities. The government is doing its best. The private sector is doing its best. But also the rate at which our population is growing, the economies cannot expand fast enough to absorb them. A lot of young people are hired who are brilliant, but because a lot of the jobs in that space are very project-based, they're very time-bound. So we said, you know what, let's create a little platform internally in the agency where we can have these young people that have been trained by us, that have done work
internally with us. Let's create a small platform where after their projects are done with us, they can go create profiles and then different businesses. So we started Kolaborate as a form of continuity for our young people who were being hired in the marketing agency. We can actually make Kolaborate a Ugandan solution. We can make Kolaborate an East African solution. And in all our efforts, we hope to lead it to being an African solution. Want to pay it forward by using what we've learned in this relationship with the UJ Connect, by providing our understanding, our lessons, our growth back to other companies in Japan. So we say you're welcome. Come and say hi to us, even if it's just for tourism, even if it's to know who we are as a people. And we are doing the same, by the way. So I know it goes two ways. So as I'm asking of you this, we are trying to do the same here at Kolaborate and generally as a nation. Thank you very much. Thank you. Arigatou gozaimasu. We love the technology, and on top of that, we love their humbleness. I love how they greet. Yeah, he's a great friend. Really, I've always shared with him, the successes. Yeah, we've always won a few awards here and there, and he took his time. He to train me, to tell me what to speak, what not to. This was out of the JICA arrangement. It was just our personal basis connection. He follows our journey. He finds out what are the partnerships you need. Is there any way I can help you? Can I introduce you to this person? And that is something that is so unique, especially that the program ended, which we were into, but he still continuously follows up. Yeah, that is a great remark.